はい、アメ車ワールドの公式 YouTube チャンネルです。本日はですね、100万以下で買えるアメ車中古車の番外編、100万以下で買える輸入車中古車、こちらメルセデス・ベンツの C クラスステーションワゴン、こちらを紹介します。はい、この車両2011年モデルのメルセデス・ベンツ C クラスステーションワゴン C200 ブルーエフィシエンシー、ブブー柏店産の在庫車両で現在の車両本体価格78万円です。ブブー柏店産、筆者の自宅から車で30分ぐらいで、車のラインナップがですね比較的安いモデルも多くて、割と筆者の好みに合う車が多いんで、ちょこちょこ物件チェックしてるんですが、これ78万円、最初に物件情報誌で見た時に走行距離が結構いってるのか、なんかですね傷があったりするのかなと思ったんですが、これ来て原車を見て結構びっくり、車かなり綺麗です。でこの3代目の C クラス204型、このですね顔デザイン、これがですね W221 の S クラスっぽくって結構筆者好みです。このチャンネル以前からよくご覧になっている視聴者の方はお気づきかもしれないんですが、筆者一時期ですね W221 の S クラスの安い中古車好んで撮影している時期ありました。で実際にですね買おうかなと思った時もありますし、このですね S クラスっぽいこの顔、かなり筆者的にはポイント高いです。でこのですね標準のグリル、アバンギャルドのクーペマスクではなくって、この3ポインテッドスターのエンブレムが中央に来るこのフロントマスクがですね筆者的にはかなり好みで、また C クラスでコンパクトでステーションワゴンで実用性も高いですし、それでいてこの78万円でしかも車検付き、これはですねちょっと撮影してみたいな、で実際にですねどんなもんかなってすごい興味あったんで今回撮影することにしました。はい、でこの3代目の C クラスのステーションワゴン、ボディはですねかなりコンパクトです。全長は 4600 ミリ、筆者がですね最近足にしているクラウンよりも全然短いです。はい、で車幅全幅は1770ミリ、はい、で最後前高1460ミリ。メルセデス・ベンツ、今でこそ、A クラスとか B クラスもありますが、やっぱり長く日本でエントリーモデルの位置にあったこの C クラス、日本で使うにはやっぱりサイズ的に一番ちょうどいいかなと、すごく使い勝手のいいこのボディサイズ、これもですね下駄にするにはすごい魅力的ですね。はい、でエンジンはですね 1.8 リッターの直4 DOHC ターボエンジンで、このエンジンなんですが2011年モデル、11年前の車両にしては結構綺麗な状態を保ってます。はい、でこのエンジン最高出力が184馬力、最大トルクが 27.5 キロ。この 1.8 リッターのターボユニット、中古車何度か試乗したことがあるんですが、感覚的にはですね一昔前の V6 の3リッターの NA と同じぐらいのパワー、力強さを感じます。はい、でこの3代目 W204S204 型のこの C クラスなんですが、この C200 の下に C180 で全くエンジン同じ 1.8 リッターの直4ターボなんですが、C180 の方は最高出力が156馬力、最大トルク 25.5 キロ、
気持ちですねアンダーパワーなんですが、この C200 の方のエンジンであれば動力性能的には全く不満を感じません。で先ほどですねお店の周り軽く試乗させてもらいましたが、エンジンはですね絶好調、全くですね気になるところはありませんでした。はい、タイヤホイール、ホイールは純正の16インチアルミホイールで、このホイールなんですが4本ともかなり綺麗な状態を保ってます。はい、でタイヤサイズ225の 50R16、 これは前後共通サイズです。はい、でこれタイヤ難関のタイヤがついてるんですが、結構新しいなと思って製造年始を見たところ21年の17周、つまりですねまだ1年ぐらいしか経ってません。で山とかもしっかりありますし、このタイヤまだまだ使えそう、これは嬉しいですね。はい、でこの車両11年前の C クラスの中古車にしてはボディ外観はかなり綺麗な状態を保ってるんですが、唯一ですね経年劣化が見られるのはここのですね窓枠のところ、ここ後部座席のドアのこのモールのところがですね少しクリアが剥げてる感じ。こんなもの大したことはないんですが、本当にこれぐらい全体的にですねすごい綺麗です。はい、それでは内装を見てみます。内装なんですがすごい綺麗です。この車両外装もかなり綺麗なんですが、内装もですね78万円で売ってる11年前の C クラスとは思えないぐらいいい状態ですね。で C クラスですんで内装はそれほど豪華ということはありません。このドアパネルとかも結構プラスチッキーですし、シートもですねシート地はレーザーではなく通常のファブリックグレーのファブリックシートになります。でただですねこのシートをクロスファブリックで劣化が分かりにくいっていうのもあるんですが、すごい綺麗な状態を保ってます。でこのフロントシートなんですが、運転席はですねこの年式の C200 から、8ウェイのパワーシートを装備してます。なんで、ファブリックシートですがシートポジションはすごく合わせやすくなってますし、このシートは全然悪くないと思います。はい、セカンドシートは3人掛けのベンチシートで、この後部座席はですねフロントシート以上に綺麗な状態を保ってます。今ですね運転席助手席ともにフロントシートいっぱいに前に出してるんですが、この状態だと足元とかもすごく広いです。でただですねやっぱ全長が 4600 ミリ、割とコンパクトなボディですんで、大人4人とかは全然平気なんですが、このキャビンの広さはさすがに E クラスとか S クラスのようなわけにはいきません。でただですね、筆者みたいに普段一人で移動することが多い人間にとってはこのぐらいの室内は全く問題にならないですね。でまた家族4人とかでも全然へっちゃら。はい、それではラゲージ荷室を見てみます。これリアハッチはですねよいしょパワーリフトゲートではなくて、手動です。でこのラゲッジなんですがほぼほぼ使用感ありません。すごい綺麗な状態保ってます。でこれ以前他の車種の時にも軽くそんな話をしたんですが、このですねリアゲートの高さ、これですね低すぎると頭当たっちゃうし、また高すぎるとここ閉める時に手が届きにくいとかあるんですが、このですね C クラスのステーションワゴンのこのリアゲート、このリアハッチの跳ね上がり方の角度はすごくいいですね。でこのラゲージルームなんですが、ここ床面が完全にフラットになってるのと、またこの地面からの高さですね、これがですね絶妙で荷物の積み下ろしがすごくしやすいです。
でものすごい広いっていうことはないんですが、セカンドシート倒すことで長物大きい荷物も積めますし、これやっぱりですね、道具仕事の足だったりとかファミリーカーとしてすごい使い勝手がいいパッケージングですね。はいはい、でありそうでないポイントとして、このハッチリアゲートなんですが、ここ握りハンドルがですね左右についてます。でこういうの意外と少ないんじゃないかなと。右からでも左からでもこうやって手がかけられる、これはですね割と地味に嬉しいですね。はい、こちらインパネのデザインは古き良きベンツと現代のベンツのちょうど中間ぐらいのイメージで、まだですねダイヤルとかスイッチが多用されているデザインで、この辺はですね筆者ぐらいの年代の人間だと逆に安心感ありますね。でこの車両すごい綺麗です。はい、今ドライバーシートに座ってるんですが、やっぱりですねこの車両内装も綺麗ですね。でステアリングホイールハンドルとかも擦れたり剥げたりしないですし、ダッシュパネルだったりとかメーターパネル、その他スイッチ類なんかもすごいいい状態を保ってます。はい、それではエンジンかけてみます。でエンジン始動はですねこういった形のキーになります。はい、エンジン始動はスムーズで、今ですね給油してください、燃料入ってないんで給油してくださいっていう表示は出てますが、それ以外に特に気になる表示はありません。でメーターアナログメーター、センターにスピードメーター、右タコメーター、左燃料とかなんですが、すごくシンプルで視認性がいいですね。でこの車両なんですが純正のナビゲーションついてます。でエンジンを始動するとですね自動的にこのナビ、純正のナビゲーションが出てきます。でこれはですねエンジンを切ると逆に勝手に格納します。でこれはいいですね。はい、でこの車両走行距離59,562キロ、2011年モデル、11年前の車両で5万キロ台ですから、走行距離的には少ない方です。標準よりも少ない方ですね。もうまだまだ全然使えそうです。はい、それでは軽くカラー吹かしてみます。はい、1.8 リッターの直4ターボ、ターボユニットですからね、吹き上がり方っていうのはこんな感じだと思います。NA みたいにヒュンヒュンと回ることはないんですが、すごいスムーズに回りますね。はい、でこの純正ナビゲーションなんですが、テレビも視聴可能で、このナビなんですが、この AT のセレクターレバーの後ろにあるこのダイヤル、こちらでですねこちらのナビの操作は可能です。はい、でトランスミッションはフロア式の7速 AT で、この 7AT なんですが上級グレードだったりとか、E クラス S クラスみたいにステアリングにパドルとかはついてないんですが、一番下ドライブに入れた時に左に倒すとシフトダウン、右に倒すとシフトアップ、マニュアルモードでの操作も可能です。でこのオーソドックスな昔ながらのこのセレクターレバー、これはですね今見えてないんですがゲートになってますし、この辺はですね操作ミスがないっていう意味でもう今の最新の AT とか CVT よりはやっぱり安心感ありますね。はい、でこの3代目 C クラスのステーションワゴンなんですが、内装とかですねそれほど高級感はないんですが、すごいですね使い勝手はいいです。でこの辺のですねカップホルダーとかもちょうどいい感じですし、実用性がすごい高いという意味で仕事車とかファミリーカーにはすごいいいと思いますね。はい
こちら2011年型のメルセデス・ベンツ C クラスステーションワゴン C200CGI ブルーエフィシエンシーステーションワゴン125エディション、車両本体価格78万円。これですね、すごいいいです。興味ある人はぜひ原車を見てみてください。これは本当におすすめの1台だと思います。はい。